こうやって切るのをカルチエって言います。レミさんサラダみたいなヘーゼルナッツの香りが非常に個性的で、今日はですね、柑橘のサラダ、ね、これから、柑橘類が、今出回ってますけどね、美味しくなりますので、フランス語でサラドゥダグルムダグルム、これアグルムっていうのが柑橘っていう意味なんですが、 DES は発音しないで、ダグルムこれすごい難しい。グとあるグって言いますよね。サラドダグルムね、サラドダグルム、柑橘のサラダをご紹介いたします。はい、今はですね、皆さんご存知のようにこのセトカね、今日はセトカを使います。佐賀のセトカ580円2個でね。そして、ハム、ローストハムです。そして人参はラッペにします。で、添えるナッツね、レーズンも有機です。ミックスナッツ、そして、あれば、ヘーゼルナッツのオイル、普通のオリーブオイルでも、香りがいいのであればですけど、結構高いので、そしてなんとじゃ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 ん、出ました、とうとうそのまま使えるかごめさんの平野レミ様ね、もうのサラダが、かごめさんで発売されているということで大人気でございます。それを使ったサラダをご紹介いたします。セトカを2種類のカットにします。これよく洗っていただいて、はい、こうやって我々はこうやって皮を剥きます。この皮もですね、よく洗ってジュリエーヌにして使います。あとなんか甘く煮てコーヒーのお供にするといいと思います。今日は皮を少し使いたいと思います。これはフランスのやり方です。フランスのパティシエはこうやって全ての柑橘はこうやって皮を剥きます。まずカルチエって言いましてね、こうやってこれ周りに筋がありますので、この筋を避けてこうやって切るのをカルチエって言います。このカットの仕方をカルチエって言います。筋を避けて、よいしょ。そしてこれ果汁がたくさんありますので手で絞って、これドレッシングに入れます。はい、こうやって潰すと見てください。果汁がね、見てください。はい。そしてもう一つは、輪切りにします。はい、輪切りにしておきます。そしてこの皮の部分ですね、これ白いところは苦いので、白いとこを削いで、
これをジュリエーヌにして、こういう切り方をジュリエーヌ、カルチエとかね、ジュリエナとか出てきますけど、日本のカルチエとかジュリエナとは無関係でございます。これジュリエーヌって細くね、マッチ棒の料理切るのはアリュメットって言います。はい、この皮は非常に香りがいいので、このジュースにこうやってつけておきます。で、こういう残ったやつはこれをね、この中を何回も5、6回お湯でブランシールして、で、乾かして、砂糖をつけて、食後、コーヒーとともに、食べたりします。はい、じゃあハムを、ジュリエーヌにします。ジュリエナですね。これはね、どっちかというとバトネ、アリュメットとか、バトネとか、バトンみたいなとかね、マッチ棒みたいなっていうのを、こういう切り方を指します。はい、それでは盛り付けいきます。透明のお皿がいいと思います。エミさんのサラダを、結構これ、たくさん入ってますね、これね。そうしましたらハムをいきます。そうしましたら、これ結構柔らかいんですけど、レーズン戻して水で戻してます。あとナッツ、これゴロゴロでも刻んでも結構です。輪切りのセトカ、そしてセトカのカルチェ、そして先ほどのジュースにヘーゼルナッツのオイルを、そして塩コショウ、白いコショウです。はい、たっぷりかけてあげてください。で、最後に人参のラッペ、はい、出来上がりです。イメージは、平野レミさんサラダみたいな。だいたいそうですね、まあ、2、3人前は、これで全部で作れると思います。では、レミさんすみません、いただきます。背とか。非常にヘーゼルナッツの香りが非常に個性的で、まあでもナッツがたくさん入ってます。オリーブオイルでもヘーゼルナッツ僕は大好きですけど、ちょっとお子様なんかは強すぎるかもしれませんので、爽やかで恐縮な、まあ、この辺で今日は合わすワインはフランスブルゴーニュマコンサンベラン・ル・グラン・ブジエールシャルドネでございます。グレープフルーツとライムの香りが、よくレミさんNHK で見ますけど、ぜひ今度お友達になってください。まだお会いしたことないの。お会いした。すいません。レミさん本当に
皆さん、レミさんよく、もう本当は、ごめんなさい。よく存じ上げております。もういつもなんかちょっと勘違いしました。もう30万なので、ぜひレミさん一緒にねお仕事したことないと思うんですけど、多分僕とレミさんが一緒にやったらもうはちゃめちゃっていうか、もうやばいでしょうね。もうもういつも NHK 見てます。はい。グーです。どうぞ、レミさんサラダ、皆さんたくさん、使ってあげてください。グです。失礼しました、レミさん。